こんにちは。今回は、マイナーチェンジしたばかりの、スバルフォレスター F 型を見に行ってきました。もちろん、STI 仕様です。正直なところ、コスパがいい車だと感じたので、購入検討者は必見です。それでは行きます。Now loading。まず、フォレスターのグレードについてですが、人気車種ということもあって、グレード数多いです。前後グレード存在していて、ツアーリング、X ブレーク、アドバンス、スポーツ、STI スポーツです。今回はその中でも注目度の高い STI スポーツを紹介します。では、まず外装から見ていきましょう。フォレスターは、全長 4640mm、全幅 1815mm、全高 1730mm です。正面から見ると、犬顔で可愛いな。まず、フロントグリルですが、ブラック塗装で艶が出ていますね。中央には、グレー色の差し色も入っていて、遠くから見ると、アクセントになっていますね。ただ、単純な横線ではなく、少し下にくぼませたような形状となっていますね。エンブレムを中央にして、羽を生やしているように見えました。機能性として、ボンネットを開けるときに、手の差し込む穴を用意するために、このような下にくぼませた形状にしているのかと思いましたが、ボンネットはこの位置から開けることになるので、全く関係なかったです。では、エンブレムを見ていきましょう。STI 仕様ということで、エンブレム周りはメッキになっています。こんなかっこいいロゴなかなかないです。ちなみに、このエンブレムの後ろに、ボンネットのロック機構があるので、ボンネットを開けると、このエンブレムもそのまま上に上がります。結構思い切った作りですね。改めて全体を見てみると、STI 仕様ということも相まって、品がありますね。ヘッドランプですが、ポジションランプは下側についています。今、点灯しましたね。ヘッドランプは、ステアリング連動ランプなので、内蔵ランプが大きく、結果ヘッドランプも大きくなっています。スバルのヘッドランプ仕様だと、機構上の都合から、LED で細めにするのは難しそうですね。US で新型フォレスターが発売しましたが、そのフォレスターのヘッドランプは細めでしたね。スバルも細め LED のヘッドランプを採用していくとなると、今後のスバルの新型車のフロントフェイスやヘッドランプの機能には注目していきたいですね。角度を変えてみてみると、少しでもヘッドランプを細くしようとシルバーラインを入れています。素敵なデザインではあるものの、ヘッドランプ全体として見ると、統一感はまだまだ進化できそうなので、今後に期待ですね。皆さんは、高軸の自動調整と細めの LED のどちらが欲しいかぜひコメント欄で教えてください。ちなみに私は、細め LED ではなくてもいいので、かっこよくて全体的にバランスの良いヘッドランプがいいな。そして、こちらはフォグランプですね。フォグランプカバーはブラック塗装でした。カバー上部に出っ張りが見えますが、この辺りにアクセサリーパーツとして、LED ライナーを装着できるみたいです。そもそもフォグランプさんガンでもランプ多いのに、さらに LED ライナーつけたら、主張が強くなりそう。リッチな車になりそうですね。ロアを見てみます。フロントバンパーガードには、ブラック塗装の可色部品が装着されていますね。フロントグリルと色味が合っていて素敵ではありますが、小石が当たって傷がつかないかが、やや気になりました。街乗り前提での購入なら適しているかも。ハザード点灯させてみました。日中でもはっきりと点灯している様子がわかりますね。では、次にサイドを見てみます。ドアミラーですが、ここもブラック塗装で、ランプ付きです。車両コンセプトを考えると、ブラック塗装で良いと思うのですが、ドアのサッシュ部は未塗装で、一体感がないのが惜しいです。私は未塗装がそもそも嫌いなので、バイアスかかった言い方でしたら申し訳ないですが、STI 仕様ということであれば、ドアサッシュも塗装で一体感が欲しかったです。しかも、クォーターガラスの艶を考えると、クォーターガラスがちょっと浮いた見栄えになっています。クォーターガラスは大きくて外が見やすいですね。このサイズのクォーターガラスは見たことがなかったです。タイヤはオールシーズンタイヤで、タイヤ幅 225mm、扁平率55、18インチです。ホイールは、アルミ製でスーパーハイラックスブラック塗装。ブラックと言いつつ、見た目はややシルバー気味ですね。荒い道でも駆け抜けられる力強いデザインで私は好きです。中央にはスバルロゴ。エンブレム周りをブラックにすることで、エンブレムのシルバーを際立たせていますね。このブラックがないと、スバルロゴの縁のシルバーが、ホイールのシルバーに隠れてしまいますね。給油口はドライバー側についていますね。ロックはリットを押し込むと解除することができます。取り外したキャップはリット裏面に収納できるようになっています。スバル車はこの仕様が多いですね。
便利な作りでオーナーフレンドリーです。そして、リアの分割ラインも見てみます。バックドアの分割ラインは、リアランプから伸びてきていますね。リアランプのアッパー部はブラックなので、サイドから見た時のバックドア側のホワイト塗装部もブラック塗装にするとよりスタイリッシュなデザインになるように見えました。ブラック塗装にすると分割線も見えにくくなりますね。まあ、何を言いたいのかというと、新型フォレスターを見てほしいのですが、バックドアのライン、すっきりしているように見えませんか？スバルとしても問題意識のあった分割ラインと私は考えていますね。そしてこのままリアも見てみます。アッパー部とロアー部で、ブラックとホワイトの分割が綺麗ですね。アッパー部の漆黒感とエンブレムの際立ち、迫力満点のデュアルマフラー。どれも素敵だと思いました。では、もう少し近づきます。リアコンビネーションランプから中央に向かって、ブラック塗装で高級感を演出しています。やはり、ブラック塗装だと分割線もあまり気になりにくいですね。そして、スバルのロゴがやっぱりかっこいい。こちらもフロント同様に、縁にメッキ化色がついていますね。ロアのマフラーを見てみます。マフラーカットは STI ではデュアル仕様で、しかもでかい。車らしさが主張されていて、フォレスター購入するなら絶対にこのマフラーは装着したい。そして、中央にはブラック塗装の可色部品が装着されていて、よりこのマフラーカットの品が際立ちますね。ファミリーカーとして購入するにしても、オーナーの男心をくすぐるオプションをしれっと装備できるのは、オーナー視点では嬉しいですね。ではトランクルームを見ていきましょう。エンブレムの後ろにスイッチがありますね。しばらくお待ちください。全長が大きいため、広いですね。週末ゴルフに行く人にとっては、申し分ないラゲッジスペースかと思います。よく見ると、上部にフックが2つついていますね。では、ラゲッジボードを見てみます。取っ手を上に引っ張ってみますね。ラゲッジボードは薄めでしたが、丈夫で軽かったです。そして、裏面には黒い袋みたいなものがついていました。ボンネットの裏面などにもよくついている遮音材に似ていたので、おそらく、音を車内に響かせにくくするためのものかもしれませんね。この発泡スチロールに応急キットを収納できそうです。ラゲッジボードの裏面に、このようなシールが貼ってありましたが、ポリエステルが多く使われていますね。環境配慮のために、リサイクル PET を使用しているのか気になります。そして、サイドボードですが、こちらも容易に外れました。おそらくサイドパーツとして分けたのは、中央のラゲッジボードの開け閉めをしやすくするためと思います。ラゲッジの側部を見てみると、ハンガーやリアシート用のレバーがあります。フックは結構丈夫で安心して買い物袋を引っ掛けられそう。シート用のレバーを引いてみます。リアシートが前に倒れました。スバルはこの機能を重視していますね。もちろん、反対側にも同じレバーがついています。こちらも簡単にリアシートを倒すことができました。タイヤ交換する際、タイヤの積載も十分できる広さです。車中泊も余裕でできますね。ラゲッジ側面には、オプションのカーゴボックスを固定するためのフックがついています。社外品でネットを購入して、荷物を固定する際にも使えそうですね。全部で4カ所ラゲッジルームに設置されていました。今見ていた部位が右側で、左側も見てみると、左右同じ位置にフックがついています。では、バックドアを閉めます。こちらに、リアパワーゲートがありますね。メーカーオプションで設定することができます。バンパーがついていると閉めるのに力がいるので、ぜひ設定したいオプションです。いかがでしたでしょうか？スバルのフォレスターは、本当にコスパが良くて、素敵な車だと思います。36回払いの3年ローンで、ボーナス付き払い10万円、頭金30万円で、支払い総額419万5791円に対して、残価が187万円なので、残価率 45% となり、リセール性が非常に高いです。お買い得すぎますね。なので、購入するか迷っていたら、買いましょう。ではまた。